こんにちは、右京寺です。今回は宮城、福島、日光を旅する動画の後半になります。宮城県白石市から日光を観光し、群馬県前橋市に向かいます。白石市から国道4号線を通り福島市へ、東北自動車道を南下し、日光へと向かいます。夕方まで日光の社寺を観光し、そこから山道を通り、群馬県前橋市は滝沢温泉滝沢間に向かいます。最上屋旅館から日光までは約3時間の道のり。出発したのは8時でしたので、着いた頃には11時でお昼の時間になってしまいます。本当ならもう少し早く出発したかったのですが、朝食の時間の都合上、この時間になってしまいました。今日の天気はあいにく曇り空ですが、時折晴れ間も見えました。雪の白さと青空のコントラストが美しいですね。2日目に通ってきた国道4号線を再び南下して福島市に入ります。途中霧に見舞われました。この霧はかなり濃くて、信号機が見えた頃にはかなり近づいてしまっていて、とても危なかったです。国見インターチェンジから東北自動車道に乗ります。午前中から3時間の運転となかなかの移動ですが、高速道路は自動運転が使えるので楽ですね。途中東パーキングエリアで休憩をしました。遠くに見えるのは東小富士でしょうか。綺麗ですね。ここから先は右手に山々を望みながら進み、そちらの方に向かっていくこととなります。今回の旅行では太平洋側は一貫して雪が降っていなくてとても助かりました。警報級の降雪があった北陸はもちろん、長野市まではひどい雪でしたので、どうなることかと思っていましたが、天気に恵まれた旅行になりました。宇都宮インターチェンジから北へと折り返し、日光方面へと向かっていきます。事前の調査では日光インターチェンジから日光の社寺付近の駐車場はとても混むと言われていたので、日光の社寺群の西側に駐車場を予約しておきました。ですので日光インターチェンジは通り過ぎて、清滝インターチェンジで降り、日光の方へ向かっていきます。昼食は丸秀食堂さんで湯葉カツ丼をいただきました。何層にも重ねられた湯葉のカツはたくさん出汁を吸っていて美味しかったです。こちらの丸秀食堂さんは食堂を利用すると1日駐車場が使えるそうで、ここで昼食をとり、そのまま観光へ出かけるのもいいかもしれません。日光の社寺はご存知の通り世界遺産に登録されており、日光東照宮、日光山輪王寺、日光二荒山神社の3つの神社仏閣で構成されています。初めて訪問したのでとても楽しみです。
光の町の方からダイヤ川に架かる新京を望み、そのまま輪王寺から参道を通り、二荒山神社へと続くルートでした。輪王寺では風神雷神の展示を行っておりましたが、中は撮影が禁止されていたので映像は残せませんでした。二荒山神社の方から折り返して東照宮の方へと向かいます。日光東照宮は徳川家康を祀る神社。続けて家光廟太夫院も見ていきましょう。
界遺産日光の社寺はとても素晴らしかったですね。ではここから本日の宿へと向かっていくこととなります。日光の町の方に行くのではなく、国道122号線を通り山の方へと向かっていきます。目的地の滝沢温泉滝沢間までは1時間半の山道。高速道路の1時間半と山道の1時間半ではわけが違います。途中でペースがゆっくりな車がいたりと、なかなか大変な道中でした。左手に見えるのは草木ダムによるダム湖ですね。そうこう言っているうちに群馬県は前橋市に入り、赤城山を登っていくことになります。4日目に赤城山の観光もしようかと思ったのですが、旅も長くなってきているので今回は見送ることにしました。群馬には今回泊まる滝沢館以外にもいい旅館がたくさんありますので、そちらに泊まった時に赤城山の方は観光することとします。目的地の滝沢館まではぐねぐねとした山道を進んでいきます。赤城山はあまり雪が降らないのでしょうか、雪が積もっているとかなり厳しい道だと思いました。そうこう言っていると谷合の一軒宿に着きました。ここが今日のお宿の滝沢温泉滝沢館です。滝沢温泉は人里離れた渓流沿いにある一軒宿。宿のオーナーが井戸を掘ろうとしたら温泉が湧き出したということで建てられたそうです。今日泊まるお部屋を紹介します。一人には十分な広さのお部屋。今まで僕の動画に出てきた旅館とは違ってユニットバスも完備しています。セミダブルのベッドが一つ。窓の外は渓流に面しています。よく見ると男子風呂が見えますね。女性風呂は屋根があり見えないようになっています。母屋は比較的新しい建物のようですが、どこか懐かしさを感じるような内装です。1階の共有部分にはいろりがあります。仲間内と来た時にはここでゆったりとビールでも飲みながら談話することができると思います。いろりの左手に露天風呂へと続く勝手口があります。ここから外に出て露天風呂へと向かっていきます。今後恒例としていきたい館内の Wi-Fi 速度チェックです。速度は200、十分ですね。お部屋に滝沢温泉についての解説する冊子がありました。滝沢温泉は炭酸性のお湯だそうで、腰痛や神経痛などに効果があるようですね。ドイツでは炭酸泉のことを心臓の湯と呼ぶほどだそうです。糖尿病による足のしびれなどに効果があるようですが、飲むとまずいようですね。その他いろんな効能が書いてありましたが、個人的には毛細血管に働きかけるなどの効果は本当にあるのかなと思ってしまいますが、まあリラックスできるのでいいとしましょう。お湯の温度はそこまで高くないようです。ただ40度以上だと長い間入れないので、少しぬるめぐらいがちょうどいいかもしれません。最近水風呂もできたようですね。源泉かけ流しの冷泉ですね。館内には宇宙と露天風呂が別々に存在しますが、まずは宇宙へと向かっていきましょう。今回は特別に人がいない時なら風呂の中も撮影していいとのことでしたので、どんどん撮っていきます。まずは脱衣所です。とても清潔ですね。宇宙です。5、6人はゆったり入れるような大きさの湯船がありました。次
次は露天風呂へと行ってみましょう。露天風呂は先ほどのいろりの左手から勝手口を開け、外に出ていきます。外はとても冷えますね。露天風呂の左手には正面玄関へと向かう石階段がありました。日帰り温泉の場合はこちらの道を利用するのでしょうか。谷合に佇む一軒宿はとても趣がありますね。露天風呂を見ていきましょう。浴場に入ると右手には一人用の洗い場。浴槽は8人ほどなら入れそうな十分な広さがあります。この浴槽見た目よりかなり深いです。僕だと座ると顔が浸かってしまいます。渓流に面しており仕切りもなくとても開放感があります。露天風呂の温度はやはりぬるめ、いつまででも入って入れれるような温泉です。先ほどのお部屋紹介でも言いましたが、浴槽の川の方へ行くと母屋の2階から見えてしまいますので、男性の方は注意しましょう。こちらが源泉となっているようです。晩ご飯です。地のものを使った懐石料理で、これがとても美味しかったです。お鍋は石狩鍋でした。箸袋に滝沢温泉温度なる歌がありました。愉快ですね。おはようございます。昨日は満腹になり、温泉でゆっくりしたらすぐに眠ってしまいました。谷合に川のせせらぎが響き、とても癒されますね。谷合の木に囲まれたこの一軒宿の雰囲気はとてもすがすがしく趣があります。朝ごはんも山菜など地のものを使った料理でとても美味しかったです。いやー、いい旅館でしたね。人里離れた谷合に佇む一軒の宿、まさに人という感じでした。それでは今日のところはこのまま帰路に着くこととします。今日の天気はやや霞んではいますが、雲がない晴天となっていました。赤城山の峰から見下ろす景色はとても美しかったです。今回の旅行もとても素晴らしいものになりました。その土地の観光地を巡り、その土地の名物を食べ、素晴らしい温泉に入る。今後も続けていきたいですね。長野県に入るとすっかり雪景色になってしまいました。気をつけて帰りましょう。それでは次の動画で。さよなら。真っ白だなぁ。